two, one, two, three, four.こんにちは、ベースの津川栗子です。阿部大輔です。今日最初にお送りした曲はチャーリー・パーカーの Yardbird Suite をお送りいたしました。はい、お送りしました。セッションの心得。いつもご視聴ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。はい、この番組では皆さんのジャズが好きな方のお役に立てる情報を発信してますので、まだの方はチャンネル登録もいいねもよろしくお願いします。ということで今日も始めたいと思いますが、今日のトピックは、はい、オンラインサロンを私たちやってるんですけれども、はい、ひっそりとやってないけどね、はい、皆さんも入ってくださいね。ぜひ、はい、楽しいことをいっぱいやってますので、はい、オンラインサロンのメンバーの方が、ちょっとエンディングをね、ちょっとどうにかしたいという質問がありましたので、はい、今日はエンディングについてどうやったらエンディングがうまくできるようになるか、なんかちょっとヒントみたいなのを、お話できたらなと思ってます。そうなんですよ。僕もね、初心者だったことはありますので、
エンディングははっきり言って大変でした。本にすがってさ、すがろうと思って、本をやればできるんじゃないかと思って。エンディング集みたいなイントロエンディングの技法みたいな本とかね、買ったりして。まあそれはそれで役に立ったけど、やっぱり実践だと、なかなかね。ね、それは何なんかフレーズが書いてあるわけ？フレーズが書いてあって、タブ譜とかも書いてあって、弾き方も書いてあるんだけど、まあそれは。至れり尽くせりだね。うん。でも、なかなかね、実際の現場で使うってなるとさ、一個こけるともう弾けないじゃん。決めてるとね。だからそんな状況、多分皆さんもある方もいらっしゃると思うんで、まあ何より簡単に終わらせられる方法をね、なんとか、まあ完璧には教えられないかもしれないけど、ね、自分でやるしかないからさ、最終的にはね。まあでもアイディアは出したいなと思ってるんで、はい。よし、じゃあ早速見せてみますか。まずさ、終われないっていうのは、まあセッションに行ってね、大体みんな逆順っていうのになるじゃん。逆順っていうのをちょっとじゃあ説明してあげてくれる？じゃあ例えばさっきのね、これ逆順いかないけどね。こうやって悶々としてくるわけでね。で、よくあったのは俺がね、終わりたかったけどなんか弾きたかったことがちょっとつまずいて弾けなかったみたいな。よし、じゃあ終わるぞ。なんか周りが気づいてくれない。そうそう、終われないみたいなんで。あれ？終わってくれない。っていう感じで、あれ終われなかった。なんか変な音だし。で、ダーンって終わるみたいなね。こういうのがあるわけでね。で、こういう時に何が必要だったんだろうね、今ね。でもそれよくある。なんかあるでしょ？なんかでも私たちそのベーシストとかドラマーからするとさ、まあなんかエンディングを振られることはないんだけど、流れに乗っている人たちでもあるのね。そうね。で、言いたいのはあなた一人じゃないのよって。だから例えばフロントの人ってさ、やっぱなんかギタリストもピアニスト、ギタリストピアニストなんかホーンの人がやっぱ委ねられるじゃん。そうなんだよ。そう。エンディングね。で、ギタリストって結構心がさ、弱い人が多いからさ。繊細な人が多いからね。繊細な人が多いから。そう。いきなり任せられたりすると、どうしようってなっちゃうんだよね。大体さ、サックスの人とか言うともう任して、もう俺はいいからみたいな。で、伴奏するからみたいな。そう。だけど、私たちからドラマー、ベーシストから言えるのは、流れに乗っていけば大丈夫だよって。あなたは一人じゃないんだよって。もしでも今一人になった気分だったよ。終わりたいのに終わらなかったね。だってちょっとあれもあるんでしょ。何？演出的なものもあるんでしょ。まあ演出してたけど、でも今こうやって頭振ったら終わってほしいじゃん。いや終わりませんよ。私は今はもう厳しい目でこんなんじゃ終われませんっていうのを出した。そう。なんか結構ピュアな心で流れていたらこのエンディングの終わりが聞こえてくるんです。それがさ、聞こえてんのが弾けない時も次元もあるわけ。っていうかそれが多分緊張しちゃって、だからその邪念が入るからだと思う。なんか精神論も言うかもしれんけど、なんかやらなきゃっていう感じ、なんか逆順に足を突っ込んだ瞬間、はっっていうのになって、なんかさっきまでの流れを食い止めて、なんか違うことを考えて、ドキドキ、どうしようっていうので考えちゃってるから、多分うまくいかないんだけど、もう本当にじゃあ逆順って言って、で、でも、それなんだけど、終わり方を何個か知らないとさ、やっぱりできないわけよ。でもなんか。ここは、ちょっとフレーズっていうか、定番なやっぱ、があるから、
ある程度ね。例えばね、ワン、ツー、じゃあ、なんだっけ？ここが始まる。まあこの曲であんま逆に行くことないと思うけど、例えばこうやって。今のはもうこう流れがあったんだよ。そうね。うん。でこれ大輔が流れに身を任せられるのはもう経験があるからね。そうだしこのでもうこうやったらもう終わるしかないじゃんっていう、まあ習慣だね、ジャズミュージシャンの習慣として、やっぱこれが一つの終わり方のまあリックっていうかね、覚えておけばいいと思うんだけど、とりあえずまず1個でいいから、とりあえずね。これは使えるのはミディアムテンポの曲？いやいや別に、例えばなんだっけ、じゃあこれも似たようなもんじゃん。うん。これはだから速い曲でも全然いけるし、要するにこのでこのでもその前からやった方がいいでしょ。まあでもその前までタラダタラダタラダダっていうのもまあそれも別にそれはオプショナルだね。オプショナルだけど、でもそれがあったら結構なんかもう次来るぞって思わせることができるよね。こっち行くのねみたいなのは分かるかもしれないね。そうそう。なんかそれはだから今ちょっと僕のやったことをコピーしてもいいかもしれないし、それでとりあえず贅沢は言わないで、どの曲でもそれで終わっていいから、最初は終われないよりはね。じゃあちょっと待って、じゃあテストするよ。それが使えるかどうか、クリコの、はい、じゃあ違うキーとかねでも練習すればいいですね。テストいきます。じゃあ、ルルルルルルル、はい。あ、ちょっと待って、これだとあれだな。じゃあサテンドール。キーは C。それじゃああれじゃあその曲はだから逆順に行かないと。今逆順から逆順をやりたいわけ。別にどの曲でも逆順にやればいいじゃん。どれでも今のはいけないでしょ。いけるいける。そうだね。じゃあサテンドールはちょっとね、エンディング、ティピカルエンディングがあるからちょっと難しいかもね。そうね。じゃあね。酒バラ。あ、いいよ。はい。これもエンディングあるか。待って。あったっけ？あれ？セカンドエンディングね。終わることもできるか。
まあできるね。うん。何でも使える。あとじゃあなんだろう。Took it to happen to you とか。I took it happen to you。私個人的に好きなのは、ね、ちょっとここリットしないで終わりたいんだよね、いつも。俺リットするの好きじゃん。トルレットリーってだけど、なタラタタタタタタポンだからそういうのが好きなんだけど、ね。でもこの、でこれちょっとね1個ではさつまんないじゃん。だから変えたりとかね。まああとなんだろう。とかね、ちょっとずつアレンジできるじゃない。だからね。まあこれでちょっと変えるだけでも、とりあえずこれ覚えとけば。あと、あとベーシストはそのなんかドラマーもだけど、タラララタタタラでそこタって丸じゃなくて、そこもずっと刻んでた方がいいと思う。で最後にで入りたいから、そこはちゃんとタ音がなくなってもちゃんとパルスがあるを感じるようにした方がいいかもね。であとこの1、2、3、4。なんかこの今のフレ弾いたところ、そこもゆくゆくは弾けたらいいかもね。今の埋めるじゃん。ブレイクした時にね。で簡単なのはまあこのチャッチャッチャはよくあるっていうかな。もう一回やってみよう。今のリズムは一緒でコードにしてみるとか、1、2、3、4。まあ今ちょっと違ったかリズムが。チャッチャッ。あとここか。テタテララタタラララも使えるやつかな。例えば、まあ、キー変えてみようか。じゃあ D フラット。1、2、3、4。はい D フラットの何循環させるってこと？まあこれも使えるかな。とりあえずは1個でいいから。ね。あんまり欲張ると、で、ギターの人はなんか、いつも同じエンディングだよね。ってちょっと残念そうに思われるかもしれないけど。でもさ、いい？はい。レッドガーランドだって結構いつも同じ終わり方で。そうなの。で、例えばね、そのバリエーションじゃ。1、2、3、4。じゃあ、そうか。間違えた。そう。タタ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 カタカタカタタンってドラムがいたらね。そう。はい、もう一回やってみようか、それじゃあ。この、じゃあゆっくり。じゃあ今度は何の曲にしようか。じゃあ D。1、2、3、4。
また違うやつね。まあこれも今の覚えたとしたら、じゃあこれいろんなキーでね。じゃあ B、せーの。ここも大事だね。こういう人もいるから、パルスを感じて。今ドラマだったら、でっと、だんだん、スロラッタジックティックティックとか、ってね。そう。それも、ちゃんと、いつこっちが振られてもおかしくない。そうそうそうたまになんかね、急に振ってくる人いるから、ベーシストもドラマーにもね。だからそれはちょっとちゃんと、一言じゃなくて。あとひょっとしたら、じゃあもう一回ね、じゃあキーなんですね、B フラット。せーの。もう分かんなかったよね。任した。そう、今のもダッダッダだけでも格好は良くないかもしれないけど、ここは良くない。とりあえず追われてるからいいよね。何回やんなきゃいけないじゃん、やっぱね、振られたらさ。だから自信持って何でもいいからやってみたらいい。今の2個、このね、っていうのと、で、今のバリエーションね。1、2、3、4。ちょっとね。とかね。とか、まあ、自分なりにやってもいいかもしれないし。あとその最後の音で弾いてほしい場所も結構若干違ってきたりするから、それもちゃんと合わせるようにした方がいいね。それもだんだん慣れてくると、この人ここで終わりたいんだなってなんとなくつかめるようになってくるんだけど。そうだ、数が大事だね、数が。でそれをやっぱなんか自分一人でやってても、まあ研究にはなるかもしれないけど、なかなか難しいからセッションに行って、実際に赤っ端を書くのも大事だし、あとレコーディング、いろんな人のレコーディング聞いてみて、どんな風に演奏終わってるかとか、聞くのもいい。あとビル・エヴァンスも面白いエンディングいつもやるよね。なんか取ってつけたような、いつも同じエンディングを最初は何でやってたんだろうね、あれはワルツ・フォー・デビーでエンディングを使ったから、他の曲にも取ってつけたかは分かんないけど、なんかそういう遊び心があったりとかも。あとは別に必ずしもその逆順っていうか、そこに入んなくてもいいから、バチッとね終わってもいいんじゃないかなって思う時もやっぱあるよね。さっきのね。もうこれでいいじゃん。そこででも逆順ね、何でも曲でも逆順行く人っているじゃん、結構。でも行かなくてもいいんだよっていうことでね。あともう一つ大事にしたいのが、キレだね。やっぱさっぱり終わる。なんか止まるとこ止まる。そうね。でパルスを感じたまま。で、なんかその、切るとこ切る。そう。伸ばすとこ伸ばす。じゃあさっきの C のやつやってみるか。1、2、3。例えばね。でもここでなんかさ、慣れてないとさ、じゃあ、わかんなくなっちゃう。で、難民になってしまうわけだ。
こえたら私は結構半音上からアプローチするかな。なるほどね。とかね、いろいろ。まあとりあえずはこの程度。てかあんまり頭をなんかそう頭でっかちにしない方がいいから。でやっぱりさジャズだからさ即興でやんなきゃって思うかもしれないけど、なかなか最初は即興でできないからさ。キース・ジャレットだってやっぱ最初はできなかったと思うよ。ね。だから最初はこういうちょっと定番のメロディーっていうのを知っといてもいいのかもね。こういうのってなんかそのセッションの場でもさやってる人がいるからさ、その人たちを参考にするのもいいし、例えばそのローカルの流行りみたいなのもあるじゃん。ここのセッションではこういう終わり方をする傾向があるんで、ただそういうのも、毎回録音してさ取っといて他の人がやってるのを盗んでみてもいいかもしれないし、そうだね。やっぱりその一流から学ぶのもが一番いいと思うけど、で高度すぎて分かんなかったりするかもしれないから、そういうのもあるかもしれないね。ということでいろいろ試してみてください。はい。ということで最後にもう一回。こういうエンディングもあるね。これはマイルス・デイビスがやってたね、いつもね。そんな感じでございます。はい、今日のエンディングでした。はい。皆さんのエンディングの秘訣も教えてくださいよかったら。はい。チャンネル登録もよろしくね。よろしくお願いします。またお会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。バイバイ。